理解説。1968年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1968年ってどんな年だったか知ってる？お、いい質問だな。1968年は映画業界にとって、かなりの革命の年だったんだぜ。世界中で名作が公開されて、映画の歴史に大きな足跡を残した年なんだ。そうなんだ。映画の革新が起きた年ってこと？そうだな。例えば、2001年宇宙の旅とか、猿の惑星なんかがその代表だぜ。革新的な映像と深いテーマで、今でも多くの映画ファンに影響を与え続けているんだ。すごい。でも、1968年に日本でもたくさん映画が公開されたんだよね？もちろん、1968年は日本でも多くの名作映画が公開された年なんだ。映画の内容もバラエティに富んでいて、今でも語り継がれているものがたくさんあるんだよ。じゃあ、今回はその1968年に日本で公開された映画のベスト10を紹介するんだね。楽しみだな。第10位。バーバレラ。バーバレラは、未来の世界を舞台にした SF 映画だぜ。主演はジェーン・フォンダで、彼女が演じるバーバレラというキャラクターが、危険な冒険に挑むんだ。映画自体は、アメコミ風のビジュアルが特徴的で、カラフルでポップな雰囲気が印象的だな。なるほど。未来の世界で冒険するんだね。でも、何か特別な能力があるわけ？そうだな。バーバレラは特別な能力を持っているわけではないけど、彼女は非常に魅力的なキャラクターだ。彼女は宇宙船のパイロットで、あるミッションで未知の惑星に向かうんだ。この映画の魅力は、バーバレラが様々なユニークなキャラクターと出会いながら冒険を繰り広げるところだぜ。それって、いろんな種類のキャラクターが登場するってこと？その通り、バーバレラが出会うキャラクターたちは個性豊かで、宇宙的な世界観を彩っているんだよ。例えば、彼女が出会うエロチックなロボットや、サイボーグ、奇妙な存在の男たちなんかが登場して、映画全体がシュールでユニークな雰囲気を作り出しているんだ。それって、結構奇妙で面白そうだね。でも、映画のテーマはどうなっているの？テーマとしては、性の解放や自由な恋愛観、未来の社会における倫理観なんかを描いているんだ。映画が公開された1968年は、時代的にセクシュアリテや自由な発想が話題になった時期でもあったから、そういったテーマが反映されているんだぜ。そうだったんだ。今の時代に見ると、少し驚くような描写もありそうだね。そうだな。この映画は当時としてはかなり先鋭的で、性的な表現や社会的なテーマを大胆に取り入れていたんだ。だから、今でもカルト的な人気を誇っているんだよ。なるほど。60年代の雰囲気が詰まった映画なんだね。バーバレラが第10位にランクインした理由もわかる気がするよ。第9位。さらば友よ。さらば友よは、第二次世界大戦後、アルジェリア戦争を終えて帰国した男たちの友情を描いたフランス映画だよ。主演はアラン・ドロンが演じるディノ・バランで、彼とチャールズ・ブロンソン演じるフランツ・プロップの深い絆がテーマになっているんだ。戦後の話なんだね。具体的にはどんなストーリーが展開されるの？映画は、バランが復員して今後に行こうと誘うが、プロップは断るところから始まる。そこでバランは一人の女性、イザベル・モローに出会うんだ。イザベルはバランに自分の恋人モーツァルトを知らないか尋ねるが、実はバランがそのモーツァルトを誤って殺してしまったという過去が関係しているんだ。それは深い事情があるんだね。でも、どうしてバランはイザベルの頼みを引き受けたの？バランは罪悪感からイザベルの頼みを引き受けるんだ。彼女は勤務先の会社で横領した債権を金庫に戻してほしいと頼むんだけど、その金庫に関する不正にバランが関わることになる。バランはその会社に勤務し、取締役の娘である医学生ドミニク・アウステリッツとも関わりが生まれるんだよ。なるほど。いろんな人間関係が絡んでくるんだね。でも、この映画で印象的なのはどんなシーン？一番印象的なのは、バランとプロップが一緒に金庫破りを試みるシーンだね。二人は金庫のダイヤルをしらみつぶしにあたり、何度も失敗を重ねながら夜通し奮闘するんだけど、
いざ金庫が開いた時には中身が空っぽだったという衝撃の展開が待っているんだ。金庫の中身が空っぽだったんだ。その後、どうなっていくの？その後はバランが逃げるところで事件が加速するんだ。最終的にはイザベルとドミニクの裏切りが明らかになり、二人は射殺される運命に。バランとプロップは最後までお互いを助け合い、互いの関係を隠したままで別れるんだ。それって、結局バランとプロップの友情が強く描かれるってことだね。その通り。さらば友よは戦争という過去を背負った男たちの友情を描き、裏切りや罪悪感、そして許しといったテーマを織り交ぜながら展開される感動的な映画なんだ。第8位、2001年宇宙の旅。2001年宇宙の旅は、1968年に公開されたスタンリー・キューブリック監督の SF 映画で、映画史において最も革新的な作品の一つだぜ。結論から言うと、この映画は人類の進化と宇宙探索をテーマにした壮大な物語なんだ。進化と宇宙探索？それってかなり深いテーマだね。具体的にはどんなストーリーが描かれているの？映画は、人類の初期の進化から始まる、数百万年前の人類の祖先が、謎の黒い石板、モノリスを発見し、その影響を受けて進化を始めるんだ。その後、時代が進み、宇宙時代に突入するんだけど、物語の中心となるのは、ある宇宙船が木星に向かう途中で起こる出来事だ。モノリスって、すごく重要な役割を持っているのかな？その通り、モノリスは映画全体を通して、人類の進化を導く神秘的な存在なんだ。人類が進化するきっかけとして登場し、後の宇宙時代にも重要な意味を持つんだよ。なるほど。それにしても、映画の映像がとても美しいって聞くけど、どんなシーンが特に印象的だった？ 2001年宇宙の旅は映像が革新的だったんだ。特に、宇宙空間の描写がリアルで、無重力の中でのシーンや、木星の周りを巡るシーンなど、視覚的に非常に美しいんだ。さらに、映画の音楽も印象的で、サラトゥストラは各語り機などのクラシック音楽が映画の壮大なシーンにぴったり合っているんだ。その映像美は、今の映画にも大きな影響を与えているんだね。でも、映画のストーリーって難解だって言われているけど、どうして？確かに、この映画はストーリーが非常に抽象的で、哲学的なテーマが多く含まれているから、見る人によって解釈が大きく分かれるんだ。でも、それがこの映画の魅力でもあるんだよ。人類の進化や人工知能、未知の存在との遭遇といったテーマが、視覚的にも内容的にも深く掘り下げられているんだ。なるほど。ただの SF 映画じゃなくて、哲学的な要素が強い映画なんだね。第7位、華麗なる賭け。華麗なる賭けは、1968年に公開されたアメリカ映画で、主演はスティーブ・マックイーンが演じるトーマス・クラウンだ。この映画の結論は、クラウンが犯罪の天才でありながら、魅力的で洗練された人物であることにあるんだよ。トーマス・クラウンってどんな人物なの？クラウンは超お金持ちで、ハンサムで、誰もが憧れるような紳士なんだけど、実は異常な才能を持つ泥棒なんだ。彼はある日、計画していた銀行強盗を実行するんだよ。銀行強盗？それで彼はどうなったの？計画は見事に成功して、クラウンは盗んだ金を自分の資産に足してジュネーブの銀行に預けるんだ。でも、事件を追うボストン警察のマローン刑事は手がかりが一つもつかめなかったんだ。なるほど。警察もなかなか追い詰められなかったんだね。でも、その後の展開はどうなるの？事件を担当している保険会社の調査員、ビッキー・フェイダナウェイが登場するんだ。ビッキーはクラウンが怪しいと睨んで調査を開始し、次第にクラウンに近づいていくんだよ。ビッキーがクラウンに近づくって、どうやって？ビッキーは美術品の競売会でクラウンに接近し、自分が銀行強盗の犯人を調査していると名乗りを上げる。最初はクラウンは動じなかったけど、彼はビッキーの挑戦を受けて、彼女との交際を始めるんだ。なんだか、二人はだんだん惹かれ合っていくんだね。その通り、ビッキーはクラウンが犯人だと疑いながらも、だんだん彼に恋をしていくんだ。そしてクラウンも、ビッキーに心を開くようになって、
二人の関係は複雑になっていく。それで、物語はどういう結末になるの？クラウンは最後の大冒険を試みて、南米に逃げようとするんだ。でも、もう一度銀行強盗を実行した後、クラウンが金を受け取るはずの地点に警察が待ち構えている。結局、クラウンは逃げることができたが、ビッキーが警察に彼を追わせないようにして、複雑な気持ちが交錯するんだ。そうなんだ。クラウンは最後まで逃げ切ることができたんだね。ビッキーの気持ちも、すごく複雑だったんだろうな。第6位、猿の惑星。猿の惑星は、1968年に公開された SF 映画で、人間が支配される猿の惑星という、非常に衝撃的な世界を描いているんだ。この映画の結論としては、文明と社会のあり方、人間の存在について深く考えさせられるテーマが込められているんだよ。猿が支配しているって、すごく不思議な設定だね。どうしてそんなことになったの？物語は、宇宙飛行士チャールトン・ヘストンが演じるジョージ・テイラーが地球から宇宙旅行をしているところから始まる。彼らが事故で着陸した惑星では、猿が知能を持って支配する社会が築かれていたんだ。テイラーは人間として捉えられ、猿たちに支配されることになるんだよ。猿が人間を支配するって、逆転した世界なんだね。でも、どうして猿がそんなに強くなったんだろう？それは映画の中で明らかにされるんだけど、この惑星では人間が猿に対して劣っている状態なんだ。猿たちは人間を動物扱いして、支配しているんだよ。テイラーは、最初は自分が人間だということを証明しようとするけど、猿の社会においてはそれが難しくなっていくんだ。その猿たちの社会って、どんな感じなんだろう？猿の社会は非常に厳格で、知能を持つ猿が支配階級を占めて、劣等な人間は道具として使われたり、研究されていたりするんだ。猿の中には、人間を動物として扱うことに疑問を抱く猿もいるんだけど、全体的に人間は下に見られているんだ。それってすごく不公平な世界だね。でも、テイラーはどうなったの？テイラーは、途中で猿たちの社会に疑問を抱き、最後には衝撃的な真実を知ることになるんだ。彼が発見するのは、この惑星が実は地球そのものであるという衝撃の事実だ。それって、映画の最後の大どんでん返しだね。猿の惑星は、単なる SF 映画じゃなくて、人類の未来について考えさせられる映画なんだね。第5位、チキチキバンバン。チキチキバンバンは、1968年に公開されたファミリー向けの冒険映画で、主演はディック・バンダイクが演じるポッツだ。結論として言うと、この映画は夢と冒険、そして奇想天外な車で繰り広げられる冒険が描かれているんだよ。ポッツって、どんな人物なの？ポッツは無双家で発明家なんだ。ある日、解体されそうになったポンコツ自動車、チキチキバンバンを救い出し、自分の手で改造して走らせることに成功するんだ。車はただの車じゃなく、後に空を飛んだり、海を渡ったりできる、まさに魔法のような車になるんだよ。それはすごい。そんな車に乗って、どんな冒険が待っているの？ポッツは二人の子供、ジェレミーとジェニファーを乗せて海辺に遊びに出かけるんだけど、途中でスクランプティアス教の霊場トルーリーと出会い、一緒に出かけることになるんだ。彼らが浜辺で過ごしているうちに、ポッツが子供たちに海賊の話をし始めるんだよ。海賊の話？その中で何か特別なことが起きたの？ポッツが話しているうちに、海の潮が満ちてきて、彼らは不意に海に取り残されてしまうんだ。しかも、話の中で登場した悪い男、ボンバースと男爵のヨットが彼らに向かってきて、大砲まで向けられるんだよ。でも、この車、チキチキバンバンはただの車じゃない。ポッツがエンジンをかけると、車はホーバークラフトに早変わりして、波を滑るように走り出すんだ。それって、まるで夢のようなシーンだね。でも、男爵もあの車が欲しいと思って、何か悪巧みをするんだよね？その通り、男爵はチキチキバンバンが欲しくて、二人のスパイを送り込むんだけど、ちょっと間抜けなスパイたちが、ポッツのおじいさんを間違えて誘拐しちゃうんだ。男爵は飛行船で逃げるが、
指揮号はその飛行船を追いかけて、空を飛ぶことになるんだよ。それって、すごい展開だね。飛行船を追いかけるシーンはどうなるの？指揮号は飛行船を追い詰め、最終的にブルガリアの城に到着するんだ。そこで、男爵夫人が子供を憎んでいて、見つけ次第殺せという命令を出していたんだ。でも、ポッツとトルーリーは協力して、男爵の手下たちを打ち負かし、男爵夫妻は湖に墜落するんだよ。そんなスリリングな展開があったんだね。でも、この映画の最後はどうなるの？実は、この全ての冒険はポッツの夢物語だったんだ。しかし、ポッツとトルーリーはお互いに恋していることに気づくんだ。そして、ポッツが夢ばかり見ていないでしっかりしようと決心するんだけど、驚いたことに、指揮号は再び空を飛び始めるんだよ。まさに夢と冒険が詰まった映画だね。チキチキバンバンは、夢のような冒険を楽しめるだけでなく、最後には心温まるメッセージも込められているんだね。第4位、ブリット。ブリットは、1968年に公開された犯罪スリラーで、スティーブ・マックイーンが演じるブリット警部補が、重要証言者の保護を任されて事件を追うというストーリーだ。結論として、この映画は緊迫した捜査とアクションが見どころで、マックイーンのクールな刑事役が魅力的な作品なんだよ。証言者の保護がテーマなんだね。具体的にはどんな展開になるの？物語は、サンフランシスコ市警察本部のブリット警部補が、マフィアの組員上ロスの保護任務を受けるところから始まる。ロスはマフィアから金を横領し、証言者としてマフィアを潰すために司法取引をして身の安全を図っていたんだ。なるほど。でもそのロスがどうなるの？ブリットがロスを守っている最中、なんとロスはブリットが非番の日にホテルで殺されてしまうんだ。しかも、事件の背後には何か怪しいことがあると感じ取ったブリットは、事件を調査し始めるんだよ。ロスが死んだことで、ブリットはどうなったの？ロスの死を報告せず、ブリットは自ら捜査を始めるんだ。彼はヒットマンを追い詰めてカーチェイスを繰り広げ、最終的にヒットマンを倒すが、顔が焼け焦げてしまって犯人だと断定することができない。しかし、この事件の裏に隠された真実に少しずつ迫っていくんだ。それって、すごくサスペンスフルだね。でも、ブリットがどんどん追い詰められていくの？その通り、チャルマース上院議員からプレッシャーを受け、ブリットはロスが事件の前に連絡を取っていた女性ドロシーを調べ始める。すると、ドロシーは殺されていて、夫のローマ行きのチケットやパスポートが消えていることが判明するんだ。じゃあ、ブリットはドロシーの素性を調べていくの？そうだ。ドロシーの夫が実はロスを殺すために雇われた男で、ロスは自分の身代わりとして彼を使っていたんだ。ロスは自分が狙われないようにして、ドロシーを殺し、パスポートを奪って出国しようとしていた。それで、最終的にロスはどうなったの？ブリットはロスの出国を止めるため、空港に急行するんだ。ロスがローマ行きではなく、ロンドン行きの便に乗り換えたことを突き止めて、最後の瞬間にロスを追い詰めるんだ。結局、ブリットは上院議員の命令を無視してロスを射殺してしまうんだよ。それって、非常に葛藤がありそうだね。ブリットは自分の判断でロスを射殺してしまうんだ？まさにその通り。ブリットは、クールな刑事が自身の信念に基づいて行動し、事件を解決していく姿を描いた映画で、観客に強い印象を与える作品なんだ。第3位、卒業。卒業は、1967年に公開された青春ドラマで、ダスティン・ホフマンが主演しているんだ。この映画は、若者の葛藤や成長を描いていて、結論としては、人生の転機を迎える主人公がどう生きるかという深いテーマが込められているんだ。ダスティン・ホフマンが演じるのは、どんなキャラクターなの？ダスティン・ホフマンが演じるのは、大学を卒業したばかりの若者、ベンジャミン・ブラッドックだ。彼は卒業式後、将来に対して漠然とした不安を抱えつつ、両親からの期待や社会のプレッシャーを感じているんだよ。なるほど。卒業を迎えたばかりの若者って、確かに不安を感じることが多いよね。でも、ベンジャミンはどうなっていくの？ベンジャミンは、大学卒業後、
両親から紹介された家の友人であるエレイン・ロビンソン、キャサリン・ロスと出会うんだけど、その母親であるミセス・ロビンソン、アン・バンクロフトと不倫関係を持つことになるんだ。母親と不倫？それってかなり衝撃的だね。どうしてそんなことになったの？ミセス・ロビンソンは、ベンジャミンに誘惑されるわけじゃなく、彼を引き寄せるようにして、彼を自分の恋愛対象として挑戦的に仕掛けてくるんだ。最初はその関係が続くけど、ベンジャミンは次第にその関係に疑問を抱き始め、エレインに対して本当の愛情を抱くようになるんだよ。それって、すごく複雑な状況だね。ベンジャミンは、エレインに恋をしてしまうわけだね。その通り、彼はエレインに恋をし、母親との関係を断ち切ろうとするんだ。最終的には、エレインとの未来を選ぶために、激しい葛藤を乗り越えて行動するんだけど、その過程で彼の成長が描かれているんだ。最終的に、ベンジャミンとエレインはどうなるの？映画のラストでは、ベンジャミンがエレインを追いかけて結婚式の最中に彼女を奪おうとするんだ。結局、二人は一緒になり、バスに乗って去っていくんだけど、そのシーンが非常に印象的で、同時に二人がどうなるのか、観客に余韻を残すんだよ。なるほど。あのラストシーンは本当に印象的だよね。卒業はただの恋愛映画じゃなくて、人生の選択や成長について考えさせられる作品なんだね。第2、俺たちに明日はない。俺たちに明日はないわ。1967年に公開されたアメリカの犯罪ドラマ映画で、実際の犯罪者を描いた実録映画だ。結論として言うと、この映画は、現実の犯罪者であるボニーとクライドを題材にし、彼らの犯罪と逃亡劇を描いているんだよ。ボニーとクライドって、実際にいた人物なんだね。どんな犯罪を犯したの？そうだ。ボニー・パーカーとクライド・バローは、1930年代のアメリカで銀行強盗を繰り返し、警察との銃撃戦を繰り広げた犯罪者だ。映画では、この二人の出会いから始まり、犯罪に巻き込まれていく様子が描かれているんだ。二人が出会ってから、どうなっていくの？映画では、ボニーが普通の女性だったところから、クライドと出会って一緒に犯罪に手を染めるところが描かれているんだ。クライドは、最初は銀行強盗をするつもりではなかったが、ボニーとの出会いが彼を犯罪に引き込むんだ。二人は愛し合いながらも、犯罪の道を突き進むんだよ。二人はどんな犯罪を犯していくの？ボニーとクライドは、銀行強盗を繰り返し、警察との銃撃戦を続けるんだ。その逃亡劇は非常にスリリングで、警察との戦いでは何度も危険な状況に追い込まれるんだよ。逃げる先々で、二人はますます追い詰められていくんだ。それって、すごく緊張感がありそうだね。二人の関係もどんどん深まっていくの？その通り、二人は非常に深い絆で結ばれているんだ。映画を通して、彼らの愛情が犯罪の中でも切り札のように描かれている。二人が逃亡し続ける理由の一つには、犯罪に対する興奮や愛情が絡んでいるんだよ。でも、最終的にはどうなるの？映画のクライマックスでは、ボニーとクライドは警察に囲まれてしまうんだ。銃撃戦が繰り広げられ、二人は最後に命を落とすんだけど、その死に様は非常に衝撃的で、観客に深い印象を残すんだ。それって、彼らの運命だったのかな？映画の最後は、すごく切ない結末だね。まさにその通り、この映画は、ただの犯罪映画ではなく、二人の愛と犯罪が交錯する物語であり、彼らの死がどれだけ無駄だったのか、観客に問いかける作品だよ。第1、黒部の太陽。黒部の太陽は、1968年に公開された映画で、黒四ダム建設に命を懸けた人々の姿を描いているんだ。結論として、この映画は、命を懸けて大工事に挑む技術者たちの奮闘と、それによって結びついた絆が描かれている感動的な作品なんだよ。黒部ダムって、すごく大きな工事だったんだよね。登場人物はどんな人たち？登場人物は、黒四ダム建設に携わる技術者たちで、特に中心となるのは岩岡源三、石原裕次郎と北川悟、三船敏郎なんだ。岩岡は熊谷組の現場責任者で、
北川は黒四建設事務所の次長。二人はそれぞれ大工事を指揮しながら、家族や仲間との絆を深めていくんだ。岩岡はどんな人物で、北川とはどんな関係があるの？岩岡は、非常に情熱的で、どんな困難にも立ち向かう覚悟を持った人物だ。彼は、トンネル掘りのために命を懸けて働くが、息子の剛がその過酷さに反発し家を出てしまう。一方、北川は黒四ダムにかける情熱が強く、家庭でも個人的な痛みを抱えながらも、プロジェクトを成功させるために尽力しているんだ。それって、かなり過酷な状況だよね。映画ではどんな困難が描かれているの？映画の中で最大の困難は、黒部ダムの工事現場で起きた事故や、トンネル掘り中に出会った軟弱な眼帯による危機だ。この危機を乗り越えるために、技術者たちは命を懸けた作業を続け、絶えず試行錯誤を重ねながらプロジェクトを進めていくんだ。それって、非常に緊迫したシーンが多いんだろうね。でも、そんな中で岩岡の息子剛がどう関わっていくの？剛は、父親の岩岡と対立し、設計技師として独自の道を歩んでいるんだ。最初は父親の仕事に反発していたけど、黒部ダムの難工事を通じて、父親や北川の情熱に触れ、最後には父親に代わってトンネル掘りの指揮を取ることになるんだ。それって、すごく感動的だね。親子の絆と、工事にかける情熱が見える瞬間だね。その通り、工事は過酷で多くの犠牲が出るけど、最終的に黒部ダムは完成し、その偉大な成果を目の当たりにする。だが、北川の娘真紀子が白血病にかかってしまうという悲劇も描かれていて、その中で工事が進んでいく姿が本当に心に残るんだ。真紀子の死と、ダム完成の瞬間は本当に心に響くね。最後に、剛と雪はどうなるの？剛と雪は、ダム完成後に結婚し、二人の新たな未来が描かれるんだ。しかし、最も印象的なのは、ダム完成の瞬間を迎えた時、北川が真紀子の死を知らされ、感情が爆発してしまうシーンだ。このシーンは、父親としての思いが詰まった、涙を誘う場面なんだよ。黒部の太陽は、ただの建設映画ではなく、命を懸けた人々の苦悩や絆を描いた感動作だったんだね。総評またはまとめ。1968年の映画を振り返ると、ジャンルやテーマが多彩で、今も多くの人に愛され続ける名作がたくさんあったね。2001年宇宙の旅のような SF 映画から、猿の惑星や卒業など、哲学的な深さや青春の葛藤を描いた作品まで、1968年は映画にとって革新的な年だったんだ。また、俺たちに明日はないや、ブリットのようなアクション映画も登場し、新たな映画のスタイルを確立したよね。それぞれの映画が時代背景や社会を反映し、普遍的なテーマを描いているからこそ、今でも多くの人に影響を与え続けているんだ。1968年の映画たちは、ジャンルを超えて感動を呼び起こし、映画の力を改めて感じさせてくれたよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。